人がいて顔を見たらその顔がタヌキだったとか。おお、海原だ。ようこそいらっしゃいました。これ倒れてんのか。何これ。何あれ何あれ、なんかこの家おかしいぞ。異世界来ちゃったみたいなんだけど、なんだよこれ。ボロボロの小屋だ。あの奥から何かが出てきそう。あ、なんかこっち道ある。さっきこんな道あった。あ、なんか歩いてる音する。奥の家何か歩いてる音する。ちょっと待って。こんにちは、まめです。日本一周心霊スポットの旅、新潟編5日目ということで、現在地は新潟駅です。このチャンネルではバイクと車で旅をしながら全国の心霊スポットを待っています。今日はパラパラ雪ですね。いや、結構降ってるか。5分前までね、一切降ってなかったのにめっちゃ降ってきたな。あー、都会ですね。ディズニーストアがある。ビームス。今日で新潟駅ともさらばですね。ということで、これから向かうのが新潟県佐渡島にある心霊スポットの二つ岩大明神です。ここはね、佐渡島にあるかなり古い神社なんですけど、佐渡島ってね、昔何人もの偉人の人が島流しにあったり、あとはね、金山での過酷な労働があったりとか、他にもね、いろんな伝承とか伝説が多く残る島なんですけど、その中の一つにね、佐渡島はタヌキが支配する島っていう伝説があって、実際ね、島には一匹もキツネが住んでないらしいんですけど、で、島のボスのタヌキが日本三大化けタヌキの一匹って言われてる段三郎っていうタヌキなんですけど、このタヌキはね、貧乏な人にお金を貸したり、時にはね、列車に化けたりもしたらしくて、日本史に残る大妖怪って言われてるらしいんですけど、で、この神社が段三郎を祀ってて、段三郎の住処でもあるらしいんですけど、怪奇現象が多発する場所でもあるらしくて、首のない男性の幽霊を見たとか、少女の幽霊を見たとか、あとはね、人がいて顔を見たらその顔がタヌキだったとか、そういうね、いろんな怪奇現象が報告されている場所みたいです。ということで、ここも心霊現象が期待できるんじゃないでしょうか。ということでね、今日は佐渡島に行きます。もちろん離島なので、車をフェリーに積んでフェリーで向かいます。もう今までね、バイクは何回もフェリーに乗せてきましたけど、車乗せるのは初なんでね、どんな感じなんだろう。楽しみだな。ここから10分ぐらいです。ほんとね、駅から港まで近いんですよね。この先ですね。すごいでっかい建物。なんだあれは。佐渡汽船乗り場って書いてますね。この奥かな。受付しなきゃダメだよね。こんにちは。着いた。あっちに見えるのは今朝丸でっけー。あれに乗るのかな。ちょっと探検してみますか。財布忘れた。なんかね、波が荒い日はね、乗れない時もあるらしいんでよかった。すげえ晴れてきた。なんか積雪マップ見たらね、佐渡島の方はさほど雪積もってない感じなんですよね。でっけえ建物だ。佐渡汽船株式会社。なんかすごい歴史ある建物って感じですね。なんか不気味だな。佐渡産寿司、うまそううまそう。ここが待合所みたいですね。おお、海だ。海上保安庁だって。うまそう。はい。おお、すごい、なんか水族館みたい。ガチャガチャがいっぱい。すごい。なんじゃこれ。フェリーの中じゃない。すごくない。かわいい。こいついっぱいいるな。むずすぎるんですけど。クソゲーなのマジで。こっちにもレストランあったんだ。めっちゃうまそうなんですけど。スイートルームある。上に行ったら追加料金取るって。おお、平民立ち入り禁止ですね、上は。出発しました。おい。おお、動いてる。お、見て見て見て。カモメだ。風に乗って街が離れてく。どんどん。おお、海原だ。ここで放り出されたら死ぬね。ということでね、到着が3時過ぎですね。だいたい2時間半ぐらいの航海です。
おー、結構揺れてる。で、俺が取った部屋は一番安い二等客室ってとこですね。佐渡島上陸です。おお、綺麗だ空が。このままアクセル踏み込んで海にダイブしたい。そんな積もってなさそう。だって山がさ、そんな白くないもん。よし、そしたらね、まずは行きたい場所があるんですけど、佐渡島ってね、奈良時代から明治時代にかけておよそ1000年間、京の都で幕府と対立した偉人とか天皇とか貴族とか、そういった方たちが島流しにやってきた島なんですけど、そういう幕府にとって邪魔な人だったら処刑しちゃえばいいじゃんって思うんですけど、そういうね、地位とか霊力とかが高い人とかを処刑すると強力な怨霊になって都に災いをもたらすって当時は真剣に信じられてたんですよね。それで処刑はできないけど都にいられるのも邪魔っていう人たちを佐渡で寿命が尽きるまで飼い殺しにするっていう方法が取られてたみたいです。佐渡島にはね、米も水もあって普通に自給自足ができる環境で、ちゃんとそれなりの家も用意されてたみたいですね。そういった人たちが生き延びたおかげで都の文化がこの島に伝わって、佐渡島独自の水準の高い文化が築かれていったそうです。ただね、島は豊かだったんですけど、ここに流された人の多くは再び都に戻ることを切望しながらこの島で亡くなっていったそうです。だからね、言ったらこの島は処刑できないほど偉い人たちを閉じ込めるための巨大な牢獄だったっていうことらしいです。ということでね、島の中心の方に佐渡の伝説とか伝承にまつわるものが展示されてる佐渡島歴史伝説館っていうところがあるらしいんで、まずはそこに行きたいと思います。ここから30分ぐらいですね。この辺はなんか古い家が建て並んでますね。着きました。これですね。なんだこれ、誰も来てないんじゃない？開いてるの？ここの新設具合がすごいんだけど。着きました。佐渡歴史伝説館です。おー、綺麗。川が流れてる。竜だ。剣持ってる。めっちゃかっこいい。竜王岩伝説。誤って刀を海に落としちゃった時に竜神が拾ってくれたんだ。佐渡はいろんな伝説がありますね。そう、トキはね、新潟の県鳥らしいですね。で、別名日本ニア日本っていうらしいです。で、よく国鳥と勘違いされるけど、国鳥はキジらしいですね。すげえ綺麗な場所。池が途中から氷になってる。すごいすごい。時だ。金運。赤いお失礼します。こちらがね、パンフレットで。はい、行きます。佐渡歴史伝説館へようこそいらっしゃいました。ここ佐渡歴史伝説館では、島の歴史や伝説をリアルな等身大ロボット人形で再現しているんだ。純徳上皇は承久3年7月、北条義時により佐渡へ配流されました。純徳天皇は鎌倉時代の頃、わずか14歳で84代天皇になったが、父後鳥羽上皇と共に倒幕を計画して失敗し、佐渡に島流しにあったんだ。和歌の才能を持ち100人一首の100番目に彼の歌が選ばれるほどだが、いつか都に戻ることを切望し続け、最終的には配流された21年後、もう戻ることは叶わないと深い怒りと絶望の中、自らの頭に熱く焼いた石を乗せその生涯を終わらせたんだ。しかしその後、都では疫病の大流行や異常気象、要人の謎の急死などが相次ぎ、深い恨みを抱いたまま亡くなった純徳天皇が、怨霊となり災いをもたらしていると考えられたんだ。焦った幕府と朝廷は、手のひらを返したようにもともと罪人扱いしていた純徳天皇を神として祀り、この時に純徳天皇という最高位の名前も与えられたんだ。関瀬元清。めっちゃ、すごい。生きてるみたい。世阿弥こと関瀬元清は、かつて京の都で能を大成させ一世を風靡した天才で、初心忘れるべからずという言葉も彼が生み出したんだ。能とは室町時代に誕生した、芝居と音楽が融合した今でいうミュージカルのようなものだ。よく比較される歌舞伎は、能より後の江戸時代に生まれたもので、派手なメイクやアクションが特徴の人間ドラマを描いた歌舞伎に対して、能は神秘的でスピリチュアル、幽霊や神様などこの世のものではない存在が主
人工であることがほとんどなんだ。そして脳の最大の特徴は、人間ではないものを表現するため主役が能面をつけて舞台に立つことだ。女性の嫉妬と恨みを表現した、怨霊の面として有名な般若の面なども能面の一つであり、その性質から現代では呪物として扱われることも多くあるんだ。そしてこの世阿弥が島流しにあったのは、72歳という高齢になってからだった。当時暴君として知られていた、くじ引きで選ばれた異例の第6代将軍、足利義則の頼みを断った世阿弥は、その逆鱗に触れ佐渡へ流されたんだ。佐渡では干ばつの際、世阿弥が雨乞いの舞を踊ったところ、大粒の雨が降ったという伝説も残っているが、世阿弥がいつどこで亡くなったかなどは未だに分かっておらず、墓なども見つかっていないんだ。びっくりした。ビビった。すごいな、ここのロボット。超リアルだな。すごい肉動いた。佐渡に伝わるユーズル伝説は、鶴の恩返しのルーツになった話だ。しかしストーリーには大きな違いがあり、かつて心優しい青年よように命を救われた鶴が、人間の娘通となって嫁いでくる。彼女は夫に喜んでほしい一心で、自分の羽を抜いて見事な布を織った。しかし布の価値を知った悪者がもっと売らせて大金持ちになろうとたぶらかし、純粋だったよよは金の亡者へと表変し、通に無理やり旗織りを強要するようになった。夫の心が金に奪われたことに絶望しながらも、通は命を削って最後の布を織った。しかし絶対に覗かないでという約束を破り、よよが部屋を覗いてしまうと、そこには羽を半分以上失い、血だらけになって旗を折る痩せ細った一羽の鶴の姿があった。正体を知られた通は、これは私があんたにあげる最後のお金と言い残し、ボロボロの姿で飛び去っていくという残酷な話なんだ。文明8年9月12日。日蓮さんだ。日蓮は鎌倉時代に日蓮宗を開いた、仏教界最強の霊力を持つ僧侶だ。彼は嵐を止めたり内戦が起きると言い当てたり、人を死の淵から蘇らせるなど様々な逸話が残っている。すべての人が仏になれるという法華経の教えを信じ、南妙法蓮華経を唱えることだけが人々を救う唯一の道であると説いたのだが、日蓮は他宗派は地獄に落ちるとボロクソに叩き、幕府にも自分の言うことを聞かないと国が滅ぶと予言書を突きつけるなど、かなり過激な僧侶だったんだ。そんなこんなで彼は幕府から、頭のおかしいテロリストのような扱いをされ、処刑が決行されたのだが、いざ首を切られそうになったその瞬間、謎の光が飛んできて刀が折れ処刑は中止になった。日蓮の力を恐れた幕府は、佐渡へ島流しにしたが、他の流刑人と違い幕府は日蓮を本気で殺す気で佐渡へ送ったんだ。これ塚原問答だ。送られた先は塚原という極寒の死体捨て場、雪が吹き込むボロボロの小屋の中だった。周りには遺体がゴロゴロと転がり野犬が徘徊し、飯もろくに与えられず、文字通り地獄のような場所だった。幕府はすぐに餓死か投資をするという目論みだったが、日蓮の精神力は常軌を逸しており、ひたすら南妙法蓮華経を唱え耐え忍んだんだ。さらに日蓮を殺しに数百人規模で押し寄せてきた他宗派の僧侶たちを、その場で論破し解き伏せ、味方につけてしまった。これが有名な塚原問答だ。日蓮は破天荒だったが、会う者を皆引きつける圧倒的なカリスマ性を持っていた。こうして日蓮は無事塚原を抜け出せたんだ。我、日本の柱とならん。我、日本の大戦とならん。いやー、すごい施設だったな。めっちゃロボットリアルだったし。さあ次行きましょう。ということでね、その日蓮がいた死体置き場だった場所は今お寺になってるんで、ちょっとねそこを見に行きたいと思います。ここから10分ぐらいですね。着きました。根本寺です。根本寺です。お邪魔します。300円。300円ない。500円入れます。お釣りはいりません。取っといてください。あ、これかな。これが日蓮さんが、閉じ込められてたお堂ですね。
まあまあ、これ見た感じだとかなり立派だけど、まあでも中に雪が溜まってたっていうからね。本当はもっとボロボロだったんでしょうね。で、ここが、置き場だったんですね。当たり前ですけど、まあそんな面影はないですよね。寒い。くそ寒い。おー。塚原山。邪魔します。あ、これ日蓮さん。こんにちは。おー。歓迎してくれてんのかな。お邪魔します。これが本堂か。そしたらね、ほんとこのすぐ近くに日蓮が佐渡で最後に行った場所があるんで、そこに持っていきましょう。着きました。本光寺です。妙法蓮華経。お邪魔します。本堂ですね。おお。風吹いてる。びっくりした。日蓮さん。びっくりした。中人いたわ。日蓮が塚原を抜け出した後、本土ではモンゴル帝国の侵攻が進んでいた。日蓮は他国から侵略されるという予言もしており、予言を次々と当てる日蓮の力が必要だと感じた幕府は、最終的に彼を本土に呼び戻したんだ。ここ本光寺には、日蓮が幕府から受け取った赦免状を読んだ時に腰掛けていた、赦免石という石が残っているんだ。日蓮は常人なら幾度も命を落としているような度重なる苦難をすべて跳ねのけ、最後は幕府さえも味方につけてしまった。まさに超人と言える人物なんだ。これだ。これが赦免石ですね。日蓮はね、生きて佐渡から帰った、ほんと数少ない人の一人なんですよね。お邪魔しました。っていうか、こっちはほんと全然雪がないわ。バイクでも来れたな。積んでくれよかったな。何あれなんかこの家おかしいぞ。壁になんかいろいろ書いてある。自首しろって。なんかおかしい。何今の家。怖っ。何があったの一体あの家に。バキの家みたいになってたよ。でも全然本当に離島って感じがしないわ。ずーっと街が広がってる。でもやっぱあっちの方は山すごいわ。超綺麗。ほら。っていうかバイクが走ってるぞ。久々に見たバイク。海沿いまで出ました。めちゃめちゃ綺麗でね、ちょっと心霊スポット一応行けるか下見しておきましょう。めっちゃ山の中なんです、そのたぬきの神社。山道入りました。この先ですね。待って、これやばいかも。なんか鳥居がある。これは行けるのか。ちょっと待って、結構やばいな。山ふかふかで意外と滑らないけど、この辺だな。この先は冬季閉鎖のため通り抜けできません。ちょうどそれですね。これが入り口だ。よかった、この先から通行止めだって。これは駐車場っていうか急に落ちたりしないよね。ちょっとせっかく来たんでちょっと挨拶だけしてこうか、神様に。到着しました。三井屋大明神です。すいません、お邪魔します。すごいな。なんか鳥居が、これ倒れてんのか。これに寄りかかってるもんね。邪魔します。結構長いな。なんだろう、何の足跡だ。この足跡、鹿かな。なんかあるけど、この辺は夜ちゃんと見ましょう。ちょっと待って、なんか何これ。何の音。何これ。本人極めて危険、倒壊の恐れあり、1000円安全、
入拝殿ご遠慮願いたく存じます。ダメか。ちょっと開けてみましょう。おお。ちょっと、なんかすごいことです。外に祠がある。ここにもそうですね。すいません、また夜来ます。よろしくお願いします。ちょっと待って、何これ。どうしちゃったん？雪で潰れたのかな？お邪魔しました。もうとりあえずね、来れることは分かったんで、詳しい探索は夜したいと思います。そしたらホテル向かいます。くそ怖いな。うわ、もう完全に氷だ。怖かった。おー、町ですね。海辺の町に出ました。相川小学校か。忘れてたガソリン。専用カードで満タンで。っていうか本当にもう、こっちの方は一切雪積もってないな。なんか、この建物すごい古い。これですね。これだ。すーげー綺麗な宿。ちょっと待って、夕飯どうしよう。めっちゃ綺麗。来ました。めっちゃ広い。外はあんまり見えないですね。綺麗。こんなんもらいました。佐渡相川食べ飲み歩き。この辺が現在地みたいですね。この辺がいっぱいあるのかな、食べ物屋が。暗い。お酒かな。追って抜けると、すごい。商店街だ。待って。人の気配ゼロなんですけど。てかこれなんだろう、廃墟かなこれ。ちょっと待って。ガチャガチャ。タバコの自販機。いつの？これは多分廃墟のまま放置されてんのかな。本当にご飯屋さんあんのか？人の息遣いが一切しない。これやってるね。スーパーマーケット的な。俺が行こうとしてるご飯屋さんはどこだ？やってないですね。寒。なんと。ダメだ。やってないし。マジで人いねえ。ちょっと待って、寒い。ダメだ。やってない。店が。マジで。異世界来ちゃったみたいなんだけど。なんだよこれ。この世から一瞬にして人が消えちゃったみたい。こんだけなんか生活感みたいなのがあるのに。人いた。ちょっと離れてるけど、もうちょい先にご飯屋さんあったんで、そっちまで歩いていきます。めっちゃ混んでましたね。量もめっちゃ多くて、ほんと美味しかったわ。ということでね、夜が更けるのをしたいと思います。はい、ということで夜になったので心霊スポットに向かいたいと思います。また結構雪降ってきたな。さっきまで全く降ってなかったのに。でもね、今日は心霊スポットまでクソ近いです。こっから4分ですね。本当に吹雪いてきたな。すごい量だ。どこだっけ？この辺だな。これを左。こっから山道ゾーンですね。やばい。完全に路面凍ってるな。いっけー。ディーゼル4区。頑張れー。これがディーゼル4区の力だ。
これはなんだろう、廃小屋かな。よく見るとね、道沿いにこういう廃墟みたいなのが結構あるんですよね。でも昼間下見しといてよかった。これ今しょっぱなだったら相当ビビり散らかしてるよね。やばい、なんかすげえ嫌な感じしてきた。やばいな、なんかすげえ怖い。このカーブの先とかになんか何か立ってそう。でこれなんだろう、この鳥居。これも神社と関係あんのかな。心願成就。奥はね、何にもないと思うんだよな、多分。で、そう、なんか井戸があるって書いてあったんだよな、どっかに。その井戸が特にやばいって書いてあったんですけど、それは道沿いにはなかったんで、森の中とかにあったらもう 100% 無理だよね。埋まっちゃってますよね。ちょっと待って、結構っていうかかなり怖いんですけど、マジ行きたくね。昼間の光景見ちゃってると余計怖いわ、あそこ。ちょっと待って、ライト両方つかないんだけど。いや、絶対充電したんだけど俺。意味わからない。買った車だから予備あるけど。到着しました。二つ岩大明神です。よく見ると鳥居、ものすごい古いな。二つ岩神社。こっちも石碑。なんだろう、南妙法蓮華経かな。この日蓮さんが関係してんのかな。てかこの横なんだろうこれ。ボロボロの小屋だ。なんか人の名前がいっぱい書いてある。ここの看板だったんだ。二つ岩大明神について、古い昔山中に段三郎という老狸が住んでいたと言います。400年前の話なんだ。佐渡狸の頭領と言われて、島内に100以上の部下を持っていたという。へえ、すごいな、段三郎さん。さすが大妖怪ですね。こっちは何もないかな。ここも駐車場なのか。すごい。この先はひたすら森ですね。めっちゃ怖いな。森の奥が怖い。夜分遅くにすいません。お邪魔します。これお地蔵様がいた後じゃないかな。あっ、びっくりした。ほら、いなくなっちゃってる。ちょっと待って、怖い。めっちゃ怖いわ、ここ。奥から何かが出てきそう。なんかこの鳥居の感じがなんか乱雑に置かれてて、平成たぬき合戦ポンポコにもここが出てきたみたいですね。ここが出てきたのかな。段三郎さんが出てきたのかな。雪どんどん強くなってきてない。なんかすごい顔に当たるんだけど、なんかでもこういう鳥居珍しいですよね。この本当に木で結構なんつうか適当に作ってありますね。俺でも作れそうな。ホームセンターで化学剤買ってくれないんですもんね、これ。どうしてこんな鳥居をこんなにいっぱい作ったんだろう。なんか意味があるんですかね。だって普通に考えていらないっちゃいらないですよね。ちゃんとした鳥居はね、入り口と多分奥にもあるんで。何の音？うめき声みたいに聞こえなかった。男性のちょっと待って、これとかさ、もうめっちゃこっちに傾いてきてんだけど、本気で蹴ったらこれ倒れますね。こんな斜めってるよ。グラグラしてる。本当はもっとあったんかな、鳥居。これ鳥居の残骸だよね、多分。へえ。あ、気のせい。うわ、ちょっと待って、こっからやばいわ。めっちゃ空気変わる。本当に住みたくないって感じがする。なんか足跡の、俺の足跡とか来た時の。お邪魔しまーす。で、これ昼間はスルーしたけど、こんばんは。
夜遅くにすいません。お邪魔します。うわ、鳥肌が止まらない。あ、喋んなかった誰か。はい。ちょっと待って、このおじさんの首の角度怖いな。奥はすごい古いな。大量のちっちゃいお地蔵様たちですね。これは何だろうか。水黒葉みたいな感じかな。なんか雰囲気がそんな感じですね。うわ、この小屋も結構いつ倒壊してもおかしくなさそうな。なんか木が腐っちゃってますよね、多分。時計4時ちょうどで止まってますね。お賽銭入れあるけど、ごめんなさい。お賽銭車置いてきちゃった。また置いてきちゃった。早く袋落としてた。マリーが落ちてる。これ下は何もないか。夜遅くにほんとすいません。お邪魔します。うお、うわ、これやばいな。これはめっちゃちゃんとした鳥居だけど、これここで引っかかってるだけだ。もういつガーンってこっちに倒れてきてもおかしくないね。で、よくわかんない位置に灯籠はあるし、普通こんな鳥居のさ、こんな場所に灯籠置かないよね。こっちも石碑かな。あ、なんか書いてあるけど、これ台座だな。読めんな。うわ、これ鳥居が崩壊した後だ。森の奥怖いな。で、広場まで出ました。ここは何だったんだろうな。あ、ゴミ捨て場的な。ここも鳥居が倒れた跡がある。これなんだろう。開けれるな、上。なんか開けるの怖いな。汚いな。あ、水が出たのか、こっから。石回避金百紙。わからん。うわぁ、鳥居の跡ですね。これ、灯籠もこれ、ぶっ壊れちゃってますね。なんかもう、ほんと、ほぼ、廃神社ですね。この鳥居は、なんか新しそう。頑丈だし。到着しました。ここが多分本殿だった場所ですね。ちっこい灯籠がいっぱいある。これすごいな。いつからこうなっちゃったんだろう。ここもなんかいっぱい名前が書いてあるな。これなんか紐が出てる。なんだろうこれ。こっちに繋がってる。本来はこの中に入って参拝する感じだったんですね。開けてみましょう。やばいな。めっちゃ怖いな。立て付けはね、めっちゃいいな。全然普通に開くわ。あ、こっからも開かないか。ここまでか。あ、瓦が邪魔してんのか。こんばんは。夜遅くにすいません。あ、これ天井が崩れそうだもん、今にも。すごいな。あ、なにこんばんは。誰かいますか？ちょっと待って、奥で落とせない。ちょっと いつも閉めれるようにしよう。ちょっと待って、怖すぎるね。今にも奥の部屋から
何かが出てきそう。あ、ほら。なんか歩いてる音する。奥の部屋で何か歩いてる音する。ちょっと待って。ちょっと本当に。何？ちょっと。こんばんは。気のせい？音やんだ？びっくりした。なんかすごい気配感じたんだけど。やばい。ちょっと待って。結構怖い。クソ怖いんだけど。なんだろう、目が離せなくなっちゃった中から。あそこなんだろう。なんだろうこれ。中になんか位牌みたいなの入ってるかな。線香立てる場所ですね。でキューピーコアゴールド。違う。キューピーコアアイドリンクだ。ほら、奥の部屋からやっぱするよ。ちょっと待って。何かいる？あっちなんだろう。こっちも扉があるな。大量の千羽鶴と、こっちなんだろう。この奥はなんだろう。わかんないな。窓がもうないのかな。椅子の上に乗ってんのはなんだろう。鈴？すいません、ありがとうございました。お邪魔しました。ここがめっちゃ気になるんで、ここに定点カメラ置いていきますか。赤外線の定点カメラ置いていきます。あ、ほら、パキって。すいません、もう少しだけ。よかったらちょっとカメラに映ってください。お邪魔しました。鳥の鳴き声か。でもめっちゃ視線みたいな感じるな。誰かに見られてるような感じ。ちょっと待って、怖い。寒いよ。こんばんは。誰かいますか？あ、なんかこっち道ある。なんで気づかなかったのさっき。さっきこんな道あった？そもそも。タヌキに化かされてる。そう、タヌキはね、幻覚見せてくれるのが得意ですからね。人に分けたり。人に分けたり。そのね、首のない男性の幽霊とか少女の霊もタヌキがね化けて出てるだけかもしれないですもんね。こんばんは。待って、これ井戸じゃない？ほら、
これ井戸だ。見つけた。ダメだ、硬すぎる。凍っちゃってるわ。ああ、割れた。いや、間違いなく井戸だよね。この井戸の周りが一番やばいみたいなの書いてあったんだよな。井戸だよ、井戸だよ。楽しい、これ。何してんの俺。確かになんか嫌な感じみたいなする気がする。寒い。井戸あったよ。で、井戸の目の前にはこれ、まあ、トイレですよね。そうだね。うわ、雲の巣張ってるわ。雲いるんだ。枝。よいしょ。お邪魔しまーす。うわ、ここも多分、全く使われてなさそうですね。これ多分男子トイレだよね。怖いな、開けたくないな。開けまーす。はあ、意外と洋式だった。奥は和式なんじゃないかな。開かない。びっくりした。奥も洋式だ。これちょっと立て付けが悪いですね。あれ？開けるときだけか。びっくりした。これちょっとお邪魔しました。そしたらちょっとじゃあこの辺でスピードボックスやってみますか。こんばんは。夜遅くにすいません。書いてありますか？よかったらお話しませんか？こんばんは。なんか自分の声みたいなのが返ってきたんだけど、こんばんはって。はあ、何今の？いや、もう反響なんかするわけないし、こんな場所で。タヌキかな？タヌキが真似したんかな？こんばんは。段三郎さんですか？ちょっとこの暗闇にしてみますか。ああ、やばいな。こんばんは。皆さんありがとうございました。失礼します。切ります。これ、やばいな。ぼんやり周りが見えてるけど。半端じゃない孤独感なんだけど。なんだろう、この、なんかもう二度と家に帰れないみたいな。よくわかんないけど、そんな感じの孤独感。そっか、島流しの島だからか。びっくりした。道路の影か。びっくりした。人だってるように見えた。雪止んでたけど、また降ってきたな。他に道はないね。これで全部回ったかな。マジでなんでこれ気づかなかったんだろう、この道。奥から声してた。びっくりした。そしたら、あっちの定点カメラ回収しに行こう。すいません、戻りました。やっぱここ、くそ怖いな。回収します。なんか映ってるといいな。
ません。どうもありがとうございました。失礼します。閉めます。どうしよっかな。あっちのなんか通り道にあった祠を見てこうかな。あれ何なんだろうな。なんであんな場所にポツンと祠があるんだろう。すいません、お邪魔しました。ありがとうございました。山道恐ろしいな。通りどの辺にあったっけな。ちょっと歩いて行ってみるか。これはやばいな、この山道は。やっぱ動物の足跡結構いっぱいありますね。ちょっと待って、この道マジで怖いわ。神社の中とはまた別の違った怖さがあるな。嫌な感じするわ。つか鳥居どこ。あれこんな遠かった。もうちょっと歩いてなかったら戻ろう。車で行こう。あ、出ました。あったよかった。二つ岩大明神も読めなくなっちゃってるけど、でもやっぱちょっとその関係の鳥居ですね。やっぱりお邪魔します。ちょっと待って、これ道だよね。ごめんなさい、ちょっと通ります。これ道になってるわ。あ、これは怖すぎるな。この足跡でかくない？なんかほらあ、すいません、これ違うね。道じゃないね。ダメだ、これ以上はもうちょっとだけ行ってみるか。すいません。何してんだ俺。しかもこの足跡奥に続いてるわ、奥の道に。で、これ道じゃないか。道じゃないね。何にもないですね。多分戻ろう。ただの森だった。おお、びっくりした。何の音今の。やばい、もうなんか急激にスイッチ入っちゃった。やばい、めっちゃ怖い。お邪魔しました。失礼します。中にゴルフボールが埋まってるんだけど、なんで。めっちゃ靴に雪入った。てかなんでじゃああんな場所に鳥居あったんだろう。謎の鳥居だ。足詰めて。てか早くこの山を出たい。なんかこの森すごい気配するんだけど、動物の気配か。ほら、なんか声しない。ただいまー。よし、帰りましょう。お邪魔しました。マジ気をつけないと。ということで二つ岩大明神でした。いやっと帰れる。やばい、早くこの山を出たい。急激な睡魔が襲ってきてる。もうなんかほんとずっと視線みたいなのを感じるっていうか、すごい気配感じましたね。一番奥の本殿の中はマジでなんか住んでんじゃないかってぐらい気配したな。生活感というか、すごいそこに何かがいる感じがしましたね。この山を抜ければね、2分で旅館に着くんで、立地は最高にいいな。ハンドル取られる。人が歩いた跡があるんだけど、もうちょいだ。ラストスパート。俺がもう通った跡が消えてる。こっからだけですね。すごい。あ、そっか、凍結防止剤巻かれてないからか。戻ってきた。すげえ開放感。ということでね、次回も佐渡島ですね。次はね、佐渡島で一番有名な場所に行きます。なんかね、佐渡島ってすげえいっぱい心霊スポットあるんですよね。こんな感じでまだまだ日本一周心霊スポットの旅続けてきますので、よかったらチャンネル登録してください。最近メンバーシップも始めました。本編のノーカット無編集動画が見れるようになってて、心霊現象を発見してくれた方には特典もあるんで、よかったら登録してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。